同世代と比較した時あなたは勝ち組負け組、これもゼロの負け組ですよね。じゃあ負け組かも。なんで？だって分かんないじゃん今。分かんないよ、分かんないイけど。ライラする。だってまだ分かんないでいいじゃんまだ。これから勝ち組になる。そう楽しいからな、ねっていう友達いるし。僕結構やっぱりこう評価基軸が他者依存なとこやっぱまだまだあって、やっぱり学歴とか会社名とか給料とか誰もが分かるその指標みたいなところにすごく引っ張られてる。だからどんだけ自分がやりがいがあって自分の選んだ道だと思ってても、やっぱりこう心の中でこうなんか自分はこいつの半分ぐらいのなんかバリューしか世の中に発揮できてないのかなとかを感じることはありますね。勝ち組だった時期もあれば負け組だった時期もあるんじゃないですかね。あんまこういうふうに考えたことないな。誰かより上とか誰かより下っていう考えって結構心を乏しくする気がするんで、勝ち組負け組という議論すらがもう古臭いというか、なんかもう違うなと思ってて、みんな優劣つける必要ないじゃん。だってみんなの人生なんだから、お互いがお互いのいい人生を歩んでいればそれでいいわけだから、だから僕は勝ち組とも負け組とも思わないので。僕音楽やってるんですけど、歌で勝ち組も負け組もねって歌詞があるんで、勝ち組負け組論が嫌いなんですよね。みんな何億個とか精子出て受精して生まれてきてて、その精子の競争の勝ち残りエリートなんで、もうこの世界にいるみんながすごい勝ち組なんですよ。将来ロボットに介護されたい？全然 OK。 人に介護されるぐらいだったら将来ロボットに介護されたいと思います。なんかあんまり他人に迷惑をかけたくないので、そういう意味でもちょっと早く死にたいですね。全然いいんじゃないですかね、逆に恥ずかしくなくていいかも。別にいいと思います。なんか余計な感情がない分ロボットの方が丁寧に仕事してくれるかもしれないですね。微妙、でも人に介護されてその人が大変だったらロボットがいい。人間の要素を完全に排除して将来ロボット任せっきりになるのはちょっときついと思う、俺は。人と関わりたいって思うと思う。人ときちっと多分恋人とか作れてないから関われてないと思うんだけど、やっぱ関わりたいって思うからこそやっぱこう最後まで人と接していたいんだよな。だからロボットに介護はされたくない。いいえ。死んだらどうなる？じゃああの世に行こう。どんなあの世なの？どんなあの世なんだろうね。サンズの顔渡るの？そうそうそう。へえ。小銭入れてね。小銭入れるの？これはなんか払わないと川渡れないからね。そうなの？そんな感じなんだ。すごいシステムだね。辛いじゃん。そう。でも死んだらあの世に行くと思う。あの世じゃない、ネクストステージ。なんか生まれ変わってさ、意識はなくともなんか次に行きたいやん。ロマンチックじゃない？自分で言うね。生まれ変わるが希望だけど無になると思うんだよね本当は。自分の人生と子供たちの人生どっちが良さそう？自分の人生。でも僕が答えるっていう意味ではやっぱ自分の人生が大事なのでですね、自分の人生が良さそうって回答で。子供たちの人生やばいんじゃないですかね。ちょっとどうなるか全く思ってるとこの子供たち、この自分より下の世代っていうか、弟とかいないですけど、いたらこの世代の人生って考えたらだいぶ大変そうだなと思いますね。いい具合な気がします、自分の人生が。なんで子どもたちはなんかもうほんと全てがフラットになってテクノロジーがものすごく発達した社会になっているかなと思うので、子どもたちの人生の方がなんか明るいのかなと思っています。子どもたちの人生の方が良かったら自分たちも年取ってもいい人生のはずだよね。自分の未来は明るい？暗い？3段階でとても明るいと思います。そうあってほしいと思います。明るくしてやるぞと思ってます。とっても明るいでしょ。3。3だよね。3しかなくない？3しかないよね。就職もとりあえずしたし安定な企業にはいるから、お先真っ暗ではないから、とりあえずチラチラって光ってるから、とりあえずチラチラ楽しいことはまだあると思ってるから、2ぐらい。2だね。明るくしたいですね。でもなかなかそうもいかないだろうということで2で。はい。不安は一定数ある。不安はあるけどね。
不安はあるけど明るくあってほしいから、まあ、しんどいことあるけど明るいなって思えたらいいなのにって感じ。親の人生と自分の人生、最終的にどっちが良さそう。いつの時代もやっぱり新しい時代に生きてる人の方が幸せだなと思ってて、やっぱりなんか社会が発達して、テクノロジーが豊かになったりとか、そういった面でもやっぱり若い世代の方の人が幸せなんじゃないかなって気はしてますね。これは難しいですね。全く違う人生を歩んでるので、自分の人生の方が良くなるように努力します。どっちもいいじゃないですか。これ答えないっすよ。自分の人生、親の人生同じしか選べないんですけど、じゃあ同じ。みんな自分の人生生き抜いて答えを見つけて、やっぱ死ぬってもう答えなんで、俺的に。てか自分の人生よくどっちが良さそう、漠然としてるけどよくしたいって思う。そうだね、願望だね。願望。親を超えたいっていう。親を超えてたい。そう超えたい超えたい。まだ22だからね。でもさ、自分が死ぬ時に自分の人生クソだったなって思いたくないよね。親の人生が良かったなと思いたくないよね。親はあなたの将来を心配している。心配もしてますね。ちょっとだいぶ変わったやり方をいろいろしてますんで、心配はしてます。なんか目先の安定は真の安定ではないなと思うんで、自分の安定っていう定義においては。だからここはもう今親には心配してもらってますけども、それはもうちょい我慢してもらって。してるよね。はい。してますね。それ心配しますするよ。しない親はいるのかな。俺はお金あるって聞かれてこれもはいだと思いますね。いつ今の仕事を辞めてまたどっか行っちゃうんじゃないかっていう一末の不安はあると思います。良くも悪くも心配してくれてる。心配しないわけないよ絶対不安があっての心配じゃなくて、漠然としたね、そういいようになってほしいっていう意味、気遣いっていう意味での心配をもう一生持つと思うよ。心配りっていう意味での心配をしてくれてるなっていう気がする。そういうことだね。いつまでも心配してますよ。親にとっては子供はもうずっと子供ですからね。もう生まれた時のあのイメージが残ってると。そうだってね。私の将来はもう心配してないと思います。孫はしてるかも